こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は疲れた心を上向きに回復させるため、1日スマホ禁止生活をやってみました。というのも私、以前1週間のスマホ禁止生活に挑戦して、スマホと離れた暮らしの素晴らしさを経験したのにもかかわらず、実は見事にリバウンドをしてしまっていました。気づけばまた朝から晩までスマホを触る毎日に逆戻り。スマホに時間を奪われ、家事も仕事も趣味も全然進まなくって、気持ちまでどんどん下がってしまったんですよね。だからもう一度スマホと離れ、心上向きな暮らしを取り戻すため、スマホ禁止生活に再挑戦することにしました。誰でもすぐに実践できるスマホと上手に距離を置く具体的な方法から、科学的にも効果のある心の正しい休め方まで、心の疲れを取り除く技をたっぷり詰め込んだ動画になっています。最近メンタルが落ちがちだったり、休んでも心が回復しない、そんな毎日に少し疲れちゃった方の暮らしをプラスに変えるきっかけになれたら嬉しいです。それではスタートです。朝が来ました。目覚ましはかけず、ベースカーテンから差し込む自然光が休日の私の目覚まし時計です。いつもなら朝一番ってついスマホを触ってダラダラタイムを始めちゃうのですが、今日はスマホ禁止でぐっとこらえます。前日の夜スマホを見ないようにしたおかげか、朝の日の光のおかげか、スマホの力を借りずとも徐々に目が覚めてきました。気持ちのいい目覚めになるかは前日夜の行動から決まりますね。二度寝回避のため、もう何も考えず早速顔を洗いに行きます。顔さえ洗っちゃえばもうこっちのものです。掛け布団を軽く畳んでお布団用のタイルを立ちます。そして皆様お気づきでしょうか、ペットボトルが放置されたり、なんだかちょっと散らかっている我が家の怪しい状況に。実はですね、最近かなり長引く喉風邪をひいてしまいまして、しばらく声が出ず、動画投稿も随分お休みさせてもらっていました。薬のおかげで喉以外の調子は割とすぐに回復したんですが、問題は体が回復してもおそらく心が回復していなくって、もう何事もほんと一切やる気が出なくなってたんですよね。ここしばらく毎日ただ布団でダラダラとするだけの怠惰な生活を送り続け、部屋も暮らしも私の心もすっかり荒れ果ててしまっていました。まともな人間生活に一刻も早く戻りたい、そんな状況もあって、今日はとことん自分の心を上向きにする一日にしたいと思います。少し雨模様だったのですが、ルーティンにしている朝のお散歩に出かけます。普段はスマホで音楽や YouTube を聴きながら歩いているのですが、今日はスマホとできるだけ離れるため無音で過ごします。風でひたすら引きこもっていたので、本当に久しぶりの外出です。やっぱり外の空気を吸うだけでなんだか心が前向きになるなと感じました。お散歩の目的地に到着。今日は雨模様で景色はちょっと残念ですが、それでも大きな自然を目の前にすると日々の悩みが吹っ飛ぶような、心が軽くなるような、そんな心地がします。程よい運動をしながらだとスマホと離れるのもあんまり苦に感じられないですね。何も考えずただただ頭を空っぽにできて最高の癒し時間でした。帰ってきたら朝ごはんタイムです。これまで長年ずっと朝ごはん抜きの生活でしたが、ここ最近は毎日少しでもいいから朝ごはんを食べる習慣がつきました。そうした方が朝から活力が湧くし、免疫力も上がって風邪もひきづらくなるだろうし、やっぱりエネルギー補給って大事ですね。今朝はホットミルクとバナナをいただきます。そしてこの時間は特別スマホ OK タイムです。いろんな連絡にお返事をしたり、毎日続けている私のインスタストーリーを更新したりします。よろしければぜひフォローしてくださいね。一作業を終えたらスマホから離れ、ホットミルクを飲みながらぼーっとのんびり過ごします。正直この何もしない暇時間がもったいない気がして、とってももどかしいんですよね。自分のスマホ依存を自覚する瞬間です。スマホを触りたい衝動をぐーっとこらえて、とりあえず無理やりぼーっとしてみたら頭がすごく休まって、不思議となんだか心地のいい時間に感じました。寝巻きから活動着にお着替えです。特に出かける予定はありませんが、ちゃんと活動着に着替えるだけで気分もシャキッと切り替わりますね。今日一日活動に集中するためにスマホは手元から離して届きにくいところに置いておきます。
ちなみに私のスマホの通知事情についてお話しすると、私は基本ほぼ全てのスマホ通知をオフにしています。通知が来るのは超重要事項だけ、電話や LINE 通話、そしてもうすぐ雨雲が来るお知らせだけに設定しています。ちょっとやりすぎと思われるかもしれませんが、最近は LINE メッセージの通知もオフにしちゃっています。そうするとスマホの通知で作業中も集中が途切れたりすることがなくなって、スマホ離れしやすくなりました。もしかしたら一人暮らしだからできることではあるかと思いますが、私にとって LINE のメッセージは時々自分から確認しに行くくらいでちょうど良かったです。そして今日は作業中に流す音声も一工夫です。何か作業するときって大抵耳が暇なので、私は普段つい YouTube で興味ある動画を流したり、好きなグループやアーティストの音楽を流したりするんですが、今日の目標は心を休めること。情報が多い音声は疲れてしまうし、集中力もそがれてしまいます。でも無音だとつまらなくて耐えられない。そんな時、私は代わりによくピアノの優しい BGM を流すようにしています。心が癒されるすごく耳心地がいい音楽なんだけど、つい聞き流してしまうほど落ち着いた曲調なので、音楽にも気を取られることなく、まさに作業に本気で集中したい時に最適なんですよね。今日一日はピアノ BGM を聞くことでスマホやタブレットと離れて過ごしたいと思います。続いては歯磨きタイム。いつもならスマホをいじってる歯磨き時間も今日はやることがなくって、ただただぼーっとするしかありません。正直つまんないとは思ってしまいましたが、なんとここで素晴らしい発見もしました。ズバリスマホがないと歯磨きに集中できる。どこを磨いたとか、この辺はちゃんとブラシが当たってないなとか考えながら歯磨きできて、いつもより丁寧にでも短い時間で歯磨きを終わらすことができました。そして今までスマホについ夢中になって大事な歯磨き自体がかなりおろそかになっていた現実にも気づかされました。スマホ禁止の歯磨き、歯の健康のためにもこれはいいかもしれません。ここからは風邪をひいたのをきっかけに散々散らかり放題になってしまったお部屋をリセットします。物の出しっぱなしを続けたらもうこのありさまです。部屋は心の様子を表すと言いますから、部屋が整えば心もきっともっと落ち着くはずということで、リセット頑張ります。お布団生活から気分を変えるため、まずはシーツのお洗濯、続いて洗い上がったお洋服をしまい込みます。服が少ないと戻す作業も楽ちんですね。そして部屋中散らかり放題のものたちを片付けます。もうどこもかしこもゴミやらなんやらいろんなものを放置しっぱなしで、心に余裕がない時ゴミを捨てることすらめんどくさくなってしまう自分のズボラ癖が見えてきました。サボってしまっていた前日夜ご飯の食器を洗います。本当だったら洗い物って食後すぐに済ませたいんですが、夜は疲れてついついサボってしまいがち。でも知ってるんです。放置すればするほどさらに面倒になるってことを。お片付けを終え、お部屋も気持ちもすっきりしたら、とってもお腹が空きました。心を上向きにして元気づける一番の方法は食べることだと思うので、お昼ご飯の支度をしていきます。手抜きだけど元気になるものを食べたいと思い、焼くだけ簡単赤身のステーキを食らうことにします。ご飯は冷凍していた大好物のたけのこご飯と前日の残りの具沢山味噌汁です。これはとっても元気が出そうな最高ランチですね。普段なら食事中も絶対 YouTube を見ちゃうんですが、今日はピアノの BGM だけで過ごします。無音じゃ相当寂しさを感じてしまったかもしれませんが、 BGM があるだけで不思議と心が落ち着きます。今日は目の前の食事に集中できて、なんだかいつもよりご飯が美味しく感じられました。エンタメや情報で埋め尽くされた毎日を過ごしていましたが、この静かで少し物足りないくらいの暮らしがちょうどいいのかもしれません。食事が終わったら即洗い物です。普段なら絶対食後ダラダラして洗い物を後回しになってしまいがちなんですが、スマホがなくて手持ち無沙汰のせいか YouTube を見ず元気が有り余っているおかげか、苦なく洗い物に取り掛かれました。洗い物を頑張った自分へのご褒美にさくらんぼを用意します。今日は徹底的に自分をご機嫌にしてあげる日ですから、贅沢しちゃいましょう。午後は読書の時間にしたいと思います。買ったもののずっと読んでいなかった心が疲れない正しい休み方という、もうまさに今の私にぴったりな本を発見。
ピアノの BGM を聴きながらのんびり読み進めていきたいと思います。前回のスマホ禁止チャレンジでスマホから離れる暮らしを手に入れる最大のコツは、代わりに夢中になれる活動を持つことであることに気づかされました。体を動かす、勉強をする、創作活動をする、人と交流する、そんな活動に時間を当てることで、だらだらスマホ時間よりもずっと豊かで充実した時間を過ごせるようになるんですよね。そして今の私の悩みを解決してくれそうな本を読むことは、まさにそんな学びの時間。スマホを忘れて夢中で読み進められました。ピアノの BGM も良い仕事をしてくれて、ちょっと読み飽きて集中が切れそうな時、優しい音楽を楽しみながら、時々ただただぼーっと頭を休めたりして、程よく集中しながら読書できました。とはいえちょっとだけ眠気が出てきたので、気分をリフレッシュするため、たまりにたまったペットボトルゴミをスーパーに捨てに行きがてら、少しだけお散歩時間にしようと思います。午後のお散歩もノー BGM。でも音楽なんかなくっても、耳を澄ませば雨音や鳥のさえずり、車の音などなど、いろんな音が聞こえてきて、そんな音の発見がおかしな話に聞こえるかもしれませんが、私もこの世界に確かに存在して、その中で生きているんだという、なんか生きてる実感みたいなものが感じられました。頭に浮かんだこともあれこれ考えながら歩いたりして、午後のお散歩も自分と向き合えるいい時間になりました。帰宅したらおやつタイムです。お茶を用意して、さくらんぼも補充して読書再開。忘れっぽい私は、気に入った言葉や気づかされたことがあれば、いつもメモすることを習慣にしています。今日の本も素敵な学びがたくさんありました。心を休めるためのベストな過ごし方について書いてあって、まず何より一番は睡眠、そしてぼーっと脳を休める時間だそうです。現代の暮らしって暇さえあればスマホを見たり、街中の至るところの広告が目に入ったり、脳はもうずっと一日中情報のインプットをし続けているんですよね。だからぼーっとすることは決して無駄なことではなくって、実はその他の大切な活動時間を有意義にするための貴重な休み時間なんだそうです。何もしない時間ってついもったいないしつまらないなんて思ってしまいがちですが、私も今日何度か実際に何もしない時間を過ごしてみて、本当に頭が休まって心が落ち着く良い時間だったなぁと実感することができました。何もしない時間、これからは大切にしたいですね。そして本にも心を休めるためにはスマホから離れる習慣をつけることも効果的と書かれていました。具体的には、寝る1時間前はスマホを見ないだったり、スマホを触らない日を作って他の活動をしてみる。こんなことがスマホといい距離感を保つためのおすすめな習慣だそうです。他にも心を休めるためにおすすめの具体的な行動も書かれていて、例えばまさに今日私もやった毎日10分ぐらいの運動をするだったり、ただひたすら食事に集中する食事瞑想だったりも効果的だそうです。その他にも私の暮らしに取り入れられそうな心が休まる素敵な習慣や考え方がたくさんあったので、ぜひ実践してみようと思います。そして私が本の中で特に印象に残ったのが、休息は悪ではなく積極的に取るものという言葉です。今の時代はなんとなく働き者が良しとされる風潮があるような気もしますが、そんな環境で自分の心を二の次にして無理して頑張っている方がいたら、そんな方にこの本が届いてほしいなと思いました。ということで読了です。心健やかに生きるための大切なマインドまで学べるとっても素敵な本でした。夕食までまだ時間があるので、早速何もしない時間をとってみます。ピアノ BGM 聴きながらぼーっとしていると、心がとにかく癒されているのを感じました。毎日同じ24時間を過ごしているはずなのに、スマホから離れればこんなにゆっくりしながら充実した時間を過ごせるんだと気づかされました。夕飯の支度に取り掛かります。夕食はごぼうと大根、そしてわかめの具だくさんな味噌汁に、ほうれん草のナムルを作って、あとはフライパンで魚を焼くだけ。今晩も手抜きながら心と体を元気にする健康飯です。普段料理をするときは YouTube を見ることも多いのですが、こうやってピアノを弾きながら集中して料理するのも楽しく感じました。そして静かな食事はいつもよりしっかりとした味わいを感じられます。なんだかいい時間を過ごしているなとしみじみしちゃいました。食後もスマホがないおかげでダラダラせず、洗い物は苦なく取り掛かれました。
今日はとことん自分を癒すための日ですから、夜のティータイムなんかをしちゃおうと思います。デカフェの紅茶をお供にいただき物のフランツのプリンを楽しみます。美味しいプリンの上にふわふわのムースが乗っていたり、本当に美味しかったです。プリンと幸せをかみしめる時間でした。そして食後はスマホ解禁タイム。日中に友人からメッセージがいくつか来ていたので返信していきます。スマホと離れようとなんとか自制心を働かせるより、こうやってそもそもスマホを使う時間を限定すると楽にスマホと離れるなと感じました。終わったらまたスマホは手の届かないところに戻します。少し時間があったので、ちょっと凝り固まった肩甲骨をストレッチで伸ばしていきます。スマホ禁止と言いながらこの時タブレットで YouTube を流していますが、便利なデジタルデバイスをこんな風に自分の活動をより良くするために上手に活用するのが本来ベストなデジタルデバイスとの付き合い方なんだと思います。そして今日読んだ本には、お風呂も睡眠の質を高めるために効果的と書いてありましたから、珍しくお風呂に入っちゃいます。いただき物の入浴剤を入れて代わりでも自分を癒します。いつも面倒でついシャワーで済ましちゃうんですが、たまにはこうやってお湯に浸かりたいなと思いました。寝る30分前になりました。ここからは気持ちよく眠りにつくための準備タイムです。 BGM に1時間のスリープタイマーをつけて、もう早速ベッドに入っちゃいます。もちろんスマホやタブレットは充電スペースに置いたままです。5年日記に今日の気づきだったりを心抜くままに書いていきます。そして今日は本に書いてあったその日良かったことを3つ書き出す3 Good Things にもトライしてみることにしました。素敵な本に出会えた、プリンが美味しすぎた、友人から体調を心配してくれる LINE が来てありがたかった、心身が健康であること自体とにかく感謝の念が湧いた。こうやって言葉にして書き出してみると、日常でつい見過ごしがちになる小さな嬉しい出来事や、当たり前だけど恵まれている環境に目を向けられて、今日もいい日だったなぁと幸せな気持ちでいっぱいになりました。刺激が多い現代、心の健康を守ることってなかなか難しいけれど、今日知ったたくさんの心の休め方のコツのおかげで、明日からはもっと心軽く前向きに生きていけるような気がします。そうこうしているうちにだんだんと眠たくなってきました。今日はおやすみなさい。以上が私の1日スマホ禁止 Vlog でした。今日一日を過ごしてみて一番感じたのは、何もしない時間って決して無駄じゃないということです。スマホから少し離れるだけで心はこんなに休まるんだと気づかされました。これからも時々こんな風にしっかりスマホデトックスする日を作ったりして、スマホではなくって自分の人生にもっと集中していければなと思っています。もし最近なんだか心が疲れているなと感じる方は、ぜひスマホと離れてみる時間を作ってみてください。皆さんが心穏やかな毎日を過ごせますように。それでは今日も動画を見てくださりありがとうございました。スマホ禁止デーだったんですが、ワールドカップはさすがに我慢できず。でもこれは心を元気にする活動なのでノーカウントということで、いやーかっこいいですね。頑張る姿ってほんと元気をもらえますよね。